はようございます。つなし大好き。おはようございます。今日も柿いかだのところから沖へ向かって進んでます。これが取れんのですよね、暴れてね。1番目カメラ回ってなかったですね。チヌが結構落ちてきたんですけど、春ですね。あとはエビとシャコですね。お、イガンフグ立春過ぎからだんだんね、海の様子が変わってきて、なんかちょっと潮の感じとかもね、もう体感ですけど変わってるんですよね。で、徐々に変わってきたなと思ったら、3月になった途端にもう一気に海底変わりまして、このヒガンフグなんかも入りだしたり、まあ、ガサが違いますもんね。冷たガニのね、段階はちょっとずつ見えてたんですけどね、一気に増えました。出ます。シャコがちょっと少なかったのが残念。潮起きてるんでシャコ多いかと思ったんですけどね。さすがに2番目はチヌいなかったので移動しました。1個ぐらいしか芝エビあんま残ってないんですよね。カナマコ珍しい。食べます。ここチヌいるかと思ったんですけど、潮起きてるんでね、いませんね、チヌ。まあ時間帯でしょう。時間帯によってまた入ると思いますけど。でかいっすね、これ。ちょいアルビノが入ってる。でも食べてみたらね、これこの黄色のやつはね、味が薄いですね。やっぱりこういう黒いやつの方がうまいです。いいだこ。この辺うろうろしてみたいと思います。やっとゲタが入りだしたみたいな感じですね。今日寒いですね。もう3月なんてあったかくなったんで、最高気温も15度って天気予報なってたし、ちょっと鍋で薄着できたのは寒いですよ。ダメですね。今日はダメだな、ほんとこれは。今日はきついっすね、これ。
時間帯がタイトクラフの山のてっぺんなんでよくはないんですが、それにしてもちょっとすごいな。これはずーっとねそこそこ良かったんですよね。まさか今日突然こんなに悪いとは。ただ結構完全体な鉛筆貝、小筒貝見つけました。コレクション品に加えときます。やったおかずナイス。早すぎますけどね、見えるんだ。まだ落ちてきてないもんがあった。エビも落ちてきてるし。ナイス。なんかちょっとだけ悪い時間が過ぎ去ってくれたのか、ちょっとなんか見場が良くなってきましたね。エビも多いし。今度は爪の上のやつをちゃんと取ったんですけど、さすがにちょっといらんサイズかな。糸手ゾーンに来てみました。その格闘が今日は激しいですね。でかいしがねにチヌにイダコにゲタも見えたはずなんですけど、これぐらいずつねいてくれればいいんですけど、さっきの途中ほんとマジやばかったっすね。あんまり見色の石がねえっすね。何色って言えばいいんか。うわー、今度はカニ何枚いっとんかな。もう爪がないんでおかずだらけ。これだけでも無事でおってほしい。ああ無事か。一匹無事なだけでもよかったです。シャコのだし巻き卵をやった時にカニ玉があるぐらいだからカニのだし巻き卵もいいんじゃないですかっていうコメントいただいたんですけど、確かにこれは両方使えそう。咳も使えますしね。卵と卵の相性どうなんですかね。なんか何も入ってねえし。嘘でしょ。なんか人がこうだった。早すぎません？水温低いのに来てる。ねえ、2つ目。2つ持ったらもうおかずじゃないですね。リーチかけれますね、2つ持ったら。おお、ゲタが入り出してくれたんでしょうかね。でも今日の感じだと分からんですね、なんか。お、やった。もう一番見るだけでオスでも OK ですもん。だんだん気力がないできておりますから、これは今日は本当にやばいな。大きでした。本当ね、これはもうイイダコと餌エビにかかってますね。本当ゲタが少ない。なんもおらん日っすね。すごいな。ちょっとヒラメがいる雰囲気ないんで、チヌ狙いで深いとこ通してます。ただもう今日のこの雰囲気だとチヌも
れです。ちゃんと拾っておきました、両手で。これまた爪の上。あんまり入ってる雰囲気ないですね。今からラストまでがボーナスタイムなんですけど、ちょっとあんまり入ってる空気ないですね。おー、やった、よかった。しかもカニまで向いて、メスが非常にありがたい。こっちにいてくれることを期待したい人がいないな。よいしょ。でもまあ今日入りはめちゃくちゃいいですね。ただゲタはいない。今日は川から水が出てきてね、海水が下がってるんですよね。もう今日はそれで活性が低いんかもしれませんね。今日はちょっとヒラメが入る雰囲気ないですね、全然。よいしょ。いやー、泥まみれですね。ダメか。あれだけ泥まみれだともうヒラメとかいうのはちょっと難しいでしょうね。ヒラメどころか。今度は泥なしですが、さっきと同じとこ綱締め気味でいきました。ラストです。まだボーナスタイムが続いてるはず、ギリギリ続いてるはずですけど、でもちゃんと通せば一応キロは入るってなんか見えてる。やった、狙ってよかった。いやー、狙ってよかった。最後位置が間違いだったんですけど、チルのところをやろうかヒラメ狙おうか悩んだけど、ラスト狙ってよかった。あ、ちょっと傷やな。でもここは食べない、大丈夫、身が綺麗なんで。いやー、奇跡、ラストでほんまに神様ゴミ拾い見てくれてる。よいしょ。でもラスト神様はこれじゃないんですよ。奇跡のヒラメで。ではよりしを向けて帰りたいと思います。もうすぐそこですけど、いっぱいあるからとりあえずしなさい。よいしょ。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。2月の終わりぐらいからなんかちょっと調子ええやん。立春終わってチヌが出てきて、なんかヒラメとかも当たったり、で何よりカニが、親が出てきたりな、2日連続で親がおったり、で3月になって今日最高気温15度で、中潮、絶対家撮影できると思って行ったんですけど、どマジでやばかった。ちょっとマジで赤字なんじゃねんかと思って、もう途中撮影もやめようかなと思ったんよ。あまりちょっとオーラなさすぎて、あと泥との格闘すぎてもうあんまり撮れてないかもしれん、泥まみれでレンズが、明日また撮り直そうかなと思ったんだけど、川から水出たやん、海水温度下がったんよ。下がったらいけんのかな。だって塩抜群じゃし、この間まで結構良かったもんな。カニおったしな、チヌもなんか結構30キロぐらいとかな、全部合わせて、全然チヌもボーナスタイムに深り通して当てたんと、最初の網だけ、深いところな、びっくりした。でもうラスト2番、ちょっともうヒラメ当たる感じじゃないけん、もう1日諦めとったんやけど、ラスト2番もうどうせ赤字ならと思ってヒラメ、狙いにラスト2番狙ってみたんよ。
やっぱり我が家の神様は私たちを常に見守ってくださってるようです。なんとオーラストにおったんです。オーラストにやったー。ちょっと傷じゃけどね。あら残念じゃけど生きてくれ。生きてほしい本当に、これはちょっと本当しびれました。感動した。しびれた。餌エビとこれのおかげでなんとか、で首がもうちびてるんで、まあカニを刺しちゃうんですが、だし巻き卵やったやん、シャコの。その時に、カニ玉があるぐらいなんじゃけ、カニのだし巻き卵もいけるんじゃないですかみたいな、そう言われたらそう思う。カニがなかったかな。シャコとエビだった。シャコとエビだった。そりゃそうだな。で、こちらにご用意されております。用意するつもりはなかったんですけど用意しておりますんで、これでちょっとこがびっちりめっちゃうまそうだな、このまま食った方がいいんじゃないかっていう。でもまあやってみましょう。カニ玉、カニ玉じゃないよ、カニのだし巻き卵。カニ玉やった気がする。美味しかったよな。カニ玉美味しかったけどな。カニでだし巻き卵、もうすって卵と一緒にして、もう席も一緒にしちゃっても卵になるけどもやってみたいと思います。よろしく。お疲れ様でした。お疲れ様でした。皆さん今日もハードワークぼっちお疲れ様でした。この間段ボールで届いたお酒あと1本こちら残っておりますが、もう1本届きまして、視聴者さんからのおすすめなんですが、御嶽原酒めちゃくちゃうまそうですね。視聴者さんにおすすめされて購入したこの御嶽があまりにも美味しそうなので、こっちを行ってみたいと思います。さつまいも、米麹、タイ米、タイ米を使う意味は何かあるんでしょうか。屋久島の御嶽おすすめですというコメントをいただいたので買いました。原酒は蒸留後に一切のものを混ぜていない焼酎です。原酒御嶽は焼酎が持つ旨味や香りが凝縮されています。ストレートで凝縮された旨味や香り、癖まで十分にお楽しみいただけます。アルコール分39度、高っ、さすが原酒。気になるお値段は3280円プラス送料1200円、4480円ですね。でもね、原酒なんで39度なんで4480円でもそれほどお高くないと自分は思います。濃いですからね。ブッカーズのようにガツンとくるんじゃないでしょうか。39度もありますので氷多めでいっときました。おそらくベロベロになってしまうと思います。まずはやっぱり香りから。ちょっと臭めのいい匂いの中にちょっとかすかにお臭い匂いを感じます。ちょっと自分はですね、鼻が利きすぎるんで多分普通はこの臭みは感じないかもしれませんね。グラスに注いだ時も同じ香りです。いただきます。39度、うまい。ガツンときます。あとですね、普通に水がうまいです。屋久島だからなのかどうなのかは分かりませんが、使ってる水のすっきり感がめちゃくちゃ伝わってきます。リーコンママさんがカニをスリスリしてくれてる間に評価の方を見てみたいと思います。氷が溶けてきたらうまっ。富野宝山ほどすっきりしてないですけど、やっぱりアルコール分が高い分ガツンとくる感じは氷が溶けてもあります。すっきりして味わい深い旨味を堪能できる芋焼酎、飲みやすく後味も良い、コクがあり香りも楽しめる。まあ確かにこの通りですね。メインが来る前に今日取れました赤ナマコと一緒にいただいてみたいと思います。いただきます。赤ですね、やっぱ柔らかい。今日赤ナマコがね取れたんで、それで屋久島の御嶽にいたしました。青よりは普通に柔らかいですね。39度こんなにガブガブいってたら、渡りガニのだし巻き卵ができた時にはもうちょっと出来上がってるかもしれません、自分の方が。カニの身をほぐして潰します。なんていうの、ちょっとずついくんですよね。分離するけどですね。はい。
カキフライもいってます。今年ラストのカキ。そうですね。メインの前にカキフライ来ました。今年最後ですね。ご飯よりあれやな、富の方さんでいきたい。あっく。はい、カニの卵焼きです。だし巻き卵ですね、カニの。はい。ありがとうございます。だし巻き卵きました。ちょっと焦げてますけど、これがまた美味しいんですよね。ジジポンママさん力作。シャコ、エビに比べてどうなんでしょうかね。シャコは意外にだし味が強すぎて、海苔と一緒にいったんですが、海苔の風味消しちゃってエビの方が美味しいかなと思ったんですが、シャコも多分シャコの量を減せばいいだし巻き卵ができると思います。カニのだし巻き卵いただきたいと思います。御嶽と富の宝山が美味しすぎてちょっと酔っ払ってるんであまりわからない。いやでもシャコの時はシャコの味がもうめちゃくちゃきついなぐらい感じたし、エビの時はエビの風味がいいなみたいな感じで感じたんですけど、どうなんかな。ちょっと食べてみて。そんなに風味とかエビとかシャコに比べてはないと思うんだけど。あ、でもする。あ、する？うん、俺が酔っ払ってるだけ？カニ味噌の味がする。あ、そうなんじゃ。カニ味噌の味する？うん。関の味は？でも味噌の味ばっかりで関はよくわからない。関ってそんなに風味があるもんじゃないもんな。うん。どっちかっていうと。そして2口目3口目からはあんまり感じない。やっぱりでもどっちにしても薄いのは薄いよな。でも1口目はすごい感じる。そうなんです。慣れてしまう。そう言われたらカニ味噌の味が必殺いっときますか。これちょっと炙ります。もうでもですね、もうこれいったら芝海苔いったらもうこれ一番海苔でくるんだら何でも大体優勝なんですよね。いただきます。めちゃくちゃうまいです。海苔がちょっと海苔と言ってみて。シャコとエビに比べるとやっぱり3位かな。海苔の味が勝るもんな。でもシャコ海苔味にな。シャコの時はシャコ味だったやん。海苔の風味が負けてしまって。エビの時はちょうど感じ。結論としてはカニはカニ玉の方が美味しい、ということでした。でも決して美味しくないわけじゃなくて、美味しいこと。そう、美味しいことは美味しいんですが、ちょっとエビが飛び抜けすぎてるんと、シャコも風味が良かったもんな。ちょっと濃すぎただけで、に比べるとということでした。今回もご視聴ありがとうございました。雨だけ散歩行かれませんね、アッピー。近い。ちょっと近すぎる。